こんにちは。今回はタイトル的には車検対策の続きとなります。ですが、前回はほぼ恐怖体験の内容でした。今度は本当に車検対策の内容になります。さあ、無事にユーザー車検を通すことができるのでしょうか。それではスタートです。まず1点目。これまでお話しした通り、前回のユーザー車検ではセパ班にて構造変更申請をしています。そのため、現在のアップハンドルの状態では、車高が問題となります。規定では、ハンドルの幅は、プラスマイナス 2cm まで、高さは、メーターもしくはマスターシリンダー上部の、プラスマイナス 4cm となります。車高対策として、ハンドルバーをフラットバーに変更し、4cm 以内を目指します。こちらのハンドルは過去の動画でも紹介したことがあるものです。その時はハンドルライザーに横型マスターシリンダーが接触したため外しました。今はブレーキ、クラッチともにラチアルマスターなので接触はないはずです。マスターにエアーが入らないように気をつけながら交換を無事に終了しました。高さ、幅を計測した結果、両方とも基準内に収まりました。よかった。次に2点目、ライトの対策になります。現在は、この LED ヘッドライトを使用していますが、きっとこのままでは車検に通りません。そのため、毎回ノーマルヘッドライトにブースターケーブルを使用し、車検をクリアしていました。ただ、毎回、予備検査場で、光量がギリギリだから3000回転くらいまでアクセル煽って、と言われます。毎回ブースターケーブルを装着するのも面倒なので、今回はこちらを購入しました。ギアの車検対応、LED ヘッドライトバルブです。VMAX のライトは、マルチリフレクターと違い、ガラス面にカットが施される古いタイプです。そのため、明るいバルブに変更しても、バッテリーの弱さと相まって、規定値ほどの明るさが出にくいライトです。ただ、LED に変更すれば消費電力が少ないため、VMAX でも一定の明るさが確保できると思われます。ブーンと吹かす必要はないはずです。光量は、車検対応を歌う、フィア様を信じたいと思います。そして3点目は排気音量です。これが最も大変でした。最初は今装着しているステンレスフォッカーで通そうと考えていました。ところがこのマフラー、エンドバスフルは固定できないし、入り口側にもインナーバスフルは入らなそう。自作インナーバスフルの作成も考えたんですが、本当に音量が下がるかわからない上、出口に合わせ4つ作るのも大変そう。そのため、ノーマルマフラーでの車検も考えたんですが、スイングアームを変更しているため、ノーマルマフラーも装着できません。悩んでた矢先に見つけたのが、こちらのマフラーとなります。ジャンク品として売られていた、スペシャルパーツタダオのフル液、ではなく、カーのフル液、でもない、2つを組み合わせたワンオフマフラーです。これを目にしたときは、正直取り付けられるのかわかりませんでした。ですが、リア側の液パイの取り回しがワイルドでかっこいい。液パイの出口がショート化されており、車体の下側にサイレンサーがある感じも好みです。車検用としてスリッポンを購入するのももったいないので、取り付けられれば、このマフラーを今後のメインとするつもりです。商品が届きましたので、確認。まず外観、液体部分は綺麗、サイレンサーも綺麗、そしてワンオフ加工部分、できない私が言うのもなんですが、ちょっと下手かな。次は機能面、サイレンサーと液体の差し込み部分、液体が固定されていない状態では、硬くてサイレンサーは入りません。本当に入るのか不安になるレベル。車検を通すために重要となる。サイレンサーの内部を確認したいんですが、このボルトが固着していて、外れません。前途多難な予感しかありません。こ
こから長い戦いの幕開けです。とりあえず液パイを装着してみます。ノーマル液パイを外しますが、ビッグラジエーターってちょっと邪魔なんですよね。メンテナンス性が少し悪くなります。続けて SP タダオの液パイを取り付けます。ここで問題がたくさん発生。まずフロント側の液パイの取り回しです。ノーマルに似ているので当たらないと思ってたんですが、ビッグラジエーターと接触します。そのため、ステーを使ってラジエーターを前方へずらしました。しかし、今度はラジエーターとフロントフェンダーのクリアランスが非常に狭くなりました。フルボトムで接触しそうなので、フロントフェンダーを少しカット。これで大丈夫。次に、液パイとエンジンスライダーが接触。こちらもギリギリダメでした。取り外すには、エンジンハンガーごとボルトを引き抜かなければならないので、大変。最後に、左の液パイは、サイドスタンドを外さないと取り付けできませんでした。私はレーシングスタンドを使用していたから大丈夫でしたが、センスタを外してある車両の場合、そのままでは取り付け作業ができない感じです。そして、何度か液パイがつきました。試しにサイレンサーを差し込んでみたんですが、サイレンサーの取り付け部が車体と接触し、装着できません。取り付け部を逆さまにすれば、一応つきそうです。さらに差し込み口が歪んでいて、無理やりねじ込まないと入らない。しかもこのままでは、エンブレムが逆さまになってしまいます。この点は後で対策しようと思います。Amazon で適当に購入したマフラーバンドは、純正マフラーの部分に取り付けることができました。一応、サイレンサーの取り付けはできそうなので、消音作業を開始。とにかくサイレンサーのボルトが外れないことには何もできないため、いろいろ試してみます。クレ、556ではダメでした。構図。ラスペネも敗退です。最後の手段、ラスペネ、プラス、ヒートガンデイドに、外れました。さあ中の状態は。割と綺麗。グラスウールもあまり焼けていない。よかった。ただ、このサイレンサーはカーカーですので、絶対にうるさい。こちらは消音対策として、Amazon で購入した安物のインナーサイレンサー。このようにグラスウールを巻いて装着してみました。その結果は、やっぱりうるさい。あの程度のインナーサイレンサーでは歯が立たないみたいです。付属していた蓋を取り付けてみましたが、あまり効果なし。そのため、インナーサイレンサーを加工することにしました。適当に合うパイプを使って延長し、穴を開けて、全部にグラスウールを巻いて再装着。さあ、結果は。アイドリングは随分静かになりました。ですが、5000回転まで回すと、目標の94デシベルを超えてしまいます。音量にばらつきがありますので、排気漏れかな。まず、溶接され凸凹しているサイレンサーの取り付け部分、歪んでいるので、完全に漏れています。あと、液体の加工部からも、水が漏れてきています。こちらも穴が開いている様子。やっぱりジャンク品ですね。がっかりしました。でも車検もあるので、諦めるわけにはいきません。サイレンサーのつなぎ目は、森脇の液体ガスケットに頑張っていただきます。液体に関しては、偶然にもこのタイミングで、溶接ができる方とお知り合いになることができました。本職の方ではありませんが、綺麗に加工していただきました。やったー。これで、各パーツの調整が終わり、マフラーを取り付ける目処が立ちました。マフラーの最後の計画です。私の車体はニーグリッドプレートを装着していません。そして足の位置はややフォワードステップ。
つまり色々と暑そうなので、暑さ対策が必要と思いました。はい、こちらがまたもや Amazon で購入したマフラーバンテージとなります。これを巻きつけて暑さを和らげる3段です。この作業は初めてとなります。こんな感じで巻きました。液パイが4本、全部で24メートル程度使用しました。完全防備で挑みましたので、チクチクはほとんどしませんでした。これで全てのパーツが完成。いよいよお披露目です。全てのパーツを装着し、このようになりました。かなりワイルドになりました。車検対策のつもりが、立派なカスタムになってしまった。サイレンサーのエンブレムは取り外したままにすることにしました。この方が液パイと相まってワンオフっぽい雰囲気を醸しています。今時あまり見ないアルミサイレンサーですからね。ここまで来たら、あとは元なれや元なれの心境です。そしていよいよ迎えた車検当日。まずライトの結果は1回目の検査で光量は丸、光軸が×でした。光量はエンジンを吹かさなくても問題なし。ただ、検査官からはギリギリですと言われました。光軸については調整していないので当然ですね。そして気になる排気音量の結果は92デシベルという結果でした。やった。一番大変だった音量が通りました。苦労が実りました。よかった。この後、隣のテスター屋さんで光軸の調整をしてもらい、無事に車検は終了となりました。しかし、この時にはある異変が。この、がっかりな件に関しては、次回の動画で説明させていただきます。今回の車検から得たことは、キアの車検対応バルブは、歌い文句に偽りなく、VMAX でも車検を通すことができます。ただ、ギリギリと言われたので、劣化していると危ないかもしれません。私は次に備えて、早々に外して保管しています。ヘッドライトブースターを装着しなくていいのは、楽ですね。排気音に関しては、走っている時本当に静かです。ワイルドな見た目ですが静かか、好みです。ただ、抜けに関しては犠牲となっています。5000回転以上にはちょっと上げたくないかな。V ブーストは、またもや飾りとなりそうです。なんだか、今回行ったハンドルの交換と、自己主張が強い液パイで、ノーマルに近づけていた車体が、ちょっとドラッグっぽくなってきているような気がします。この雰囲気だと、シートをまた、コジーに戻すべきかな。と、いろいろ悩み中です。今年の夏はなんだか暑そうですね。皆様もバイクに乗る際は特にお気をつけください。それでは、ご視聴ありがとうございました。